川から出発した根室本線のディーゼルカーは東石川越駅で行き止まりとなる。かつては 349km 先の根室駅までつながっていたが、いや正確にはレールは現在でもつながっているのかもしれないが、2016年の台風10号が引き起こした崖崩れなどにより列車が運行できなくなっている。代行バスは生虎駅、落合駅と根室本線の休止区間とほぼ並走しながら進み、落合駅からはすでに廃止されている根室本線の旧線に沿って狩勝峠を越える。台風が来る前は東石川越駅の廃止が検討されていたそうだから、図らずも代行バスの乗り換え駅としての重責が与えられ生き残ることになった。しかしついに2024年3月末でプラの新都区間は廃止され、東石川越駅も役目を終える。根室本線を踏切で渡る。遮断機の竿は撤去されているものの、草さえなければ列車が来そうな雰囲気だよな。で生虎駅到着になります。映画「ポッポ屋」のロケセットの駅舎生虎駅に到着。映画では幌前駅として使われた。いつ来てもだいたい観光客が来ているから知名度は高そう。列車に取り付ける行き先表、いわゆるサボまで作られている。ビオロってビバイと名寄から来ているのかな。サボで驚いていてはいけない。なんと専用の列車まで用意されている。キハ40とキハ20を足して2で割った感じの楽しい車両。列車は来ないけど廃線になっていないからナンバー入りの駅名標がしっかり立っている。しかしレールは錆びつき、もはや廃線みたいな光景。正式に廃線になったらレールも撤去されるのかな。根室本線を陸橋で越えて落合の市街地に入るとすぐに落合駅に到着。落合駅から明治40年に開通した旧線と昭和41年からの新狩勝トンネル5790メートルを抜ける新線とに分かれる。代行バスは旧線に沿った道路を走り、かつて旧線から見えた景色を再び体感できる。旧線の狩勝峠越えは日本三大車窓の一つと言われるほど景色の良いところを走るから楽しみだな。こちらは新線の崖崩れ現場。こういった箇所が複数あり、列車の運行を阻んでいる。明治40年の旧線は比較的勾配の緩やかな場所を選びながらもなるべく高い標高まで登り、頂上付近に全長953メートルの狩勝トンネルを建造している。トンネルの長さを短くしたかったのかな。それから60年が経ち、新線の方はトンネルを長く深く掘る技術が発達したから200メートルほど低い標高からトンネルを上げて山登りをしなくても良い路線となっている。狩勝峠の頂上は標高644メートル。新設にも駐車場と展望台が設置されている。この真下に根室本線旧線の狩勝トンネルがあり、トンネルから出た後の絶景は日本三大車窓の一つとして乗客を楽しませたそう。鉄道ではないけど公共交通機関でこの絶景を見られてよかったな。狩勝トンネルは硬い岩盤や湧き水に阻まれた難工事であり、
枕木の数ほどの犠牲者が出たと言われ、タコ部屋労働や人柱の話もあるそう。また魔のトンネルと呼ばれ、落合駅に向けて25パーミルの急坂を上る SL の運転室は温度50度以上、湿度 100%、ボイラーからは数百度の熱風が機関助士に襲いかかり、死亡事故も発生していたそう。それが労働争議に発展し、危険手当の増額、車両の減車が主張されたが、 GHQ は組合に対して厳しく対処し、大勢の離職者と逮捕者を出した。この美しい景色が大勢の悲しみ、怒りの歴史の延長上にあるかと思うと、なんだか怖くなってくるな。バスからは見えないけど、急坂を緩和するためのオメガカーブと大きな築堤は現在でも残されている。新徳駅は海抜182メートルで、狩勝トンネルは534メートル。区間のほとんどが25パーミルであり、 SL 列車は55分もかかったらしい。 SL からディーゼルカーの特急大空号も駆け抜けた狩勝峠越え、現役時代を見てみたかったな。あれは旧線廃止後に脱線実験や火災実験などに使われた狩勝実験線時代の鉄塔かな。ここでの実験が鉄道技術の発展を間違いなく支えていたんだよな。物語がありすぎるぞ、狩勝峠旧線。あれはデゴイチの初期型、通称ナメクジが保存されているな。急勾配を登るために SL 時代には後ろから列車を押すための SL も待機していた。このデゴイチもそうなんだろうな。あだ名はちょっとあれだけど、初期型のデゴイチは重厚さがあってかっこいいよな。石狩の国から日高山脈を越えて十勝の国へ、約1時間のバス旅の後、新徳駅に到着。峠は雲が多かったけど天気が良くなってきたな。札幌から特急で2時間の新徳。北海道の真ん中は真ん中でも重量の中心として売り出している。北海道のへそ、富良野と住み分けがされているんだな。狩勝峠を越える SL 乗務の過酷さを伝えるモニュメント。ディーゼルカーになり赤小線に切り替えられた今となっては、その過酷さを知る重要な証拠になっているよな。滝川を出発した根室本線は、ここ新徳駅からさらに先、釧路、根室方面に続いている。乗り場案内に残る富良野滝川方面の文字。もはや転倒する可能性はなくなってしまったんだよな。同じ根室本線でも新徳から東側では、札幌から赤小線を経由してやってくる特急列車がバンバン走り、今でも一大幹線の名にふさわしい路線となっている。新徳駅から先の根室本線は2022年3月までキハ40が走っていた。
富良野新徳間の根室本線乗車は今回の旅がきっと最後になるな。いろんな発見があって面白かった。ありがとう。